こんにちは。よろず園の深野歩です。今日はね、秋の手入れ、秋の葉っぱを、盆栽の葉っぱを取ってこう強制的に葉っぱ取るわけですね。紅葉を楽しんでから取るっていうのもいいのかもしれないけど、紅葉になっても葉っぱがついている、ある程度葉っぱにみずみずしさがあったら OK の手入れです。葉っぱを取って剪定していきます。これが葉っぱに水気がなくて、例えば12月の半ばとか埼玉県だとそのくらいになってやると切るとその切り口から樹液が吹いてきちゃうのでやめた方がいいです。で今の手入れするわけですね。何をするかっていうと、全体的に整えるぐらい、形を整えるの手入れです。見てってください。何かご質問は？水気がある程度っていうのは、カラカラしてない。葉っぱカラカラしたじゃん最後。はい、紅葉が、眼鏡してんだ、はい、よく見えねえと思った。はい。葉っぱの色が、色づき始めたらもう OK っていうことですか？色づかなくても OK です。あ、そうですか。色づかなくてもやっちゃって、もうこれから芽吹かないなっていう時点で OK です。芽吹いちゃうと困るんだよね、これやってからね。でこういうのをね手でぶち切っちゃうやついるんだけど、それはアウトですから、ハサミでやってください。芽が傷む可能性があります。特に手先が器用で、カエデなんかはいけるかもしれないね。あともっと枯れてくるといけるかも、指でもいけるかもしれないんだけど、プロがおすすめするのは手で引きちってくださいなんては言えない。やっぱりハサミで丁寧に芽を保護しながら取りましょうねっていうのがプロの言い方です。めんどくせえからブチブチ取っちゃえっていうのはプロの言い方じゃないんで、そこら辺はね。一回はがりばさみで全部取ってから枝を見て、そうだね。やっぱり全体のバランスとかいろんな情報を仕入れてから反映させないと、一部の情報だけじゃ行動できないよね。情報が多ければ多いほど正確にアクションを起こしていけるんで、葉っぱがある時点でせっかくこうやって裸になるんだから、もう情報がもろに入ってくるわけですね。その木の情報がね、枝ぶりの情報、幹の流れ、傷の情報、いろんな情報がいっぺんに入ってくるんで、まずは丁寧に葉っぱを取ってからアクションを起こします。ねえ、まだかわいそうだな、葉っぱ取ったらかわいそうだなと思うかもしれないけどね、いい木作るためには必要なこうアクションだね。もちろんハサミはね、このハサミ使わなくても何使っても使いやすいハサミを使ってやっていただければ。まだ普通のこうね、葉っぱ取ってるとこだけだから、そんな特殊なことやんないんで。特殊なことはこの先なんで。この葉っぱ取るのは、若い木も古い木も同じですよね。同じです。若い木も古い木も一緒です。葉っぱを取ることによっての木へのダメージっていうのはないはずです。やっぱりね、古い木をやるときにちょっと考えることは、その木にどのくらいダメージがあるかを考えますから、針金掛けとかそういうのは木にダメージがあるんで、考えますけど、葉っぱ取って剪定する、剪定も強剪定するとダメージが多くなるけど、普通にあんまり剪定していく分にはダメージはあまり考えられないです。落葉樹ではなく常緑樹の場合はいつ頃葉がり？常緑樹、うちはねピラカンとカングミは葉刈りするんだけど、だいたい国風やってる頃だね。2月半ばに取る。早く取るとその分保護しなきゃいけないね。やっぱりね、寒さに当てて、その裸の時にやっぱり葉っていうのはその枝を乾燥から守ってるとかそういうこともあるから、
まあ、いろんなほら意味はあるんだけど、そういう意味を持ってるんで、そうするとなんていうのかな、あったかくなるギリギリまで待ってあげたいねっていう、ね、商品盆栽界じゃね、グミを葉刈りするのとかピラカを葉刈りするのは当たり前の話になってるからね。大物じゃやんないけどね。やらないんですか？やらないやらない。よし。山もみじの葉っぱ取り終わりました。まあ、こういうね座がしっかりして、はい、一の枝があって差し枝があって模様木なんですけど、2年ぐらい前にこれもっと大きかったやつを叩いて、懐から枝からさせて徐々に柔らかくしている最中です。もみじの特性として節が長くなりすぎるでちょっと作りづらいな、暴れちゃうとかよくねお客さんに言いますけど、やり方によってはこのように短い節で済みます。まあうちはねかなりそこら辺特殊なやり方をしてやってますけどね。まあ皆さんも工夫してみてください。で同じところから吹いてる芽とかそういうのもこれ二股二股に替えでもそうですししていきます。はい、で下枝から決めてって長さ、輪郭とこれなんか節が長いんで使えないんで排除します。でここが左右にごついで内側に入り込むでここもごついなね。そういう取り方なんですね。そういう取り方なんですよ。どういう取り方だと思う？ここは使おうと思ってる。ここ使わなければこっちでもいいよね。はい、今回ここで使おうと思ってるんで、まあこっちが吹いてくればこっちでもいいかな。100% 成功しなくていい。ここで切るわけじゃないんですか？ここが切んないね。これで切んない。今三つ股じゃないですか？原稿ではね。はい。でもこれ原稿で三つ股だけどこれ股開きすぎてんだよね。そうするとこれは抜けないよね。はい。こっちから抜くような。この開いた枝じゃダメだよね。角度がほら。針金でギュッてすればいい。無理だね。そうなんですか。この太さが残っちゃうもんね。この切ったところの太さが残っちゃう。まあそういう見解もあるということですね。でも俺は今やってないですねそれね。さっきおっしゃってましたね。さっきおっしゃってるともう1秒で違うから言ってることが。いやさっき真ん中を抜くっていうのは俺はあんまやんないんだよね。そう真ん中あんまり抜かないね。ここのことなんですね。まあ一応それである程度形できますから、多分それでもいけるんだと思います。よいしょ。ね。そこで見ながら角度とかさ、これなんかだとほらこれとこれ残しちゃうと股が開きすぎちゃう。はい。これだと股が狭い。ね。はい。真ん中切りがちでした。真ん中切らないんですね。そうなんですね。僕はね、なるだけ。そっか。いや別に切ったっていいですよ真ん中。手順が一つ増えますから。なんでですか？針金で寄せなきゃいけない。手順が減るんですね。これも角度こう上がっちゃってるんで、ダメだねっていう。同じ箇所から目が吹いちゃってダメだね。同じ箇所から吹いてダメだね。ダメだね。まあ綺麗になってくるでしょ？上から見ても、前から見るともうちょい。ね。綺麗になっていくわけです。でこれなんか上でここで立つかあと針金かけてもいいんだけど、かけなくてもいいやっていう場合は切っちゃう。でこれも同じ箇所で切っちゃう。でこう放射状にね。で前から見ると扇形。
うん。テーマが決まってると仕事ってやりやすいんだよね。テーマが決まってないと答えが見つけづらいからやりづらいよね。うん。V の二股の内側切ってますか？二股の内側、こことかこことかを切るようにしてるっていう感じですか？まあ扇形に放射状にこう広がるような感じ。外に。はい。ここだったらこっちの角度とか、ここだったらこっちの角度。はい。これに反発しないようにやってます。はい。これだとこっち残したんだよね、こっちをね。ここでこうっていう手もあるし、ここの目使ってこっちがあるから、ね。何が代わりになるか。このストローク嫌いなんだけど、まあこれはしょうがないなと。ここのストローク嫌いだから切っちゃおうと。ここも長いよね。切っちゃおう。でこれは OK で、これも上出しすぎ。ここの長いストロークは使い物にならないから、この長いストロークの中で目が吹くことはないんだよね。だからそれ切っちゃう。でここも長い。節のことですね。節ですね。節のストロークがね。この内側に入っていく枝は使えないよね。でここも上は使えないし、まずいらないところ。そこはストロークは長くないんですか？これは 1.5 センチないからね。もみじじゃ OK じゃん。それ以下にそれ以下でいく？多分一般的に無理だと思いますよ。俺はやるけど。このストローク。このストロークアウトにしちゃうとね、枝なくなると思うぜ。これ上に長いね。上に乗って今度正面から見て、ここも短いところあるからそこに変えていく。これ戻る枝だから変えていく。こっちはまあ我慢する。でここがね、こっちの下使いながら、下のがストロークが短いし動きがあるんで、切り返しのこっちの今下枝を使いました。でここを反発して膨らんじゃってるんで削ぎます。で上も減らす。でこっちの向きでこの輪郭のライン、まあ使えるだろうっていうところです。よし。ここもさっき言ったように節は長いんだけど、ここは切るわけにいかんな。弱いしね。ここで追い込んじゃうと次が弱すぎちゃう。でこっちに枝があるんで同じ向きのやつを減らし、ここは正面から見てどうよって思いながら、こっちをここの枝がフォローしてるんで、ごつい枝をなるだけ柔らかくしていきますね。ここにアクションができながらごつさが減ると。でここを次見て、正面見て、長い使えないやつは減らして一旦で、この枝の下に行っちゃってるんだね、この枝自体がね。そうするとそこを排除。でここに切り戻したとかね、で枝元から芽が吹いてるんですね。この内側の方はよし OK。 みんなねこういうね道具取り替えないでやるからね。2種類ぐらいみんなそうだね。お前ちゃんとした道具の使い方、あれが悪いんだね、道具屋さんがね。道具屋さんがスポンサーになってるとちゃんと道具使うんだろうね。あれサッカーの監督なんかも普段スーツ着ない方が楽なんだってよ。だけどあれみんなスポンサーがついてんだって。ダンヒルとか。
スーツのスポンサーもスーツのスポンサーもね。だだから着てんだって。なるほど。かっこいいですね。だからクロップとか着てないらしい。なんすかクロップって。有名な監督。じゃあね。スポンサーつかない。いや金がいらん。それより楽な方がいいって。それより例えばスーツを着ることによってポテンシャルが下がるのが嫌だっていうことです。かっこいい。ね、スーツ着るとポテンシャル下がるよね。これも向きが違う。これも向きが違う。せっかくこんなにいっぱい芽が吹いたのになんでこんなに減らしちゃうんだと思うかもしれないね。はい。せっかくいっぱい芽が吹いてできてきたのに。もっぱい吹かすために葉切りもしたのに。だから全ての芽が使えるんじゃなくて10% ぐらいの芽が余計に使えるんです。10% ぐらいの 100% 芽が吹いてきてその中の 10% ぐらいの芽が使える芽なんだね。はい、1割しかない。でもその1割をやるかやらないかがいい木を作るか作らないかの1割が2年だったら2割だ。3年だったら3割だからね。徐々にね。その1割を気にしない、1割は誤差だと思って1割を気にしないんであれば、あまりいい盆栽作んなくていいよね。いい盆栽作るのにはその1割が重要なんですよ。はい。9割そぎ落とせるか。9割そぎ落とす。ねえ、そうだよ、そぎ落とす。いいですね。山田錦だね。お酒のためにですか。生成部合 50% とかね。もうこの木はできてきたな。こうできてきたなって聞くと、だから欲しいところに枝がある場合もあるんだよね。結構ね、そこに吹いてる場合も。だからできてきたなって場合もあるし、自分と盆栽の思惑でこれは欲しいとこじゃないところに吹いちゃうとできてこないね今年は。これ2年前に切ったっていうのはどこですか？こういうところでも切ってるね。こういうところでも切ってるね。こうやって切って、ここでもこういうところでも切ってるね。で2年。2年。早い。去年今年か。去年と今年で伸びている。そうだね。これ知らないな。普通の山もみじの通称。舞姫とかじゃないよ。これは残すんですか？残す。で、来年だともっと俺のメッセージが良くなってるかもしれないから。メッセージ。いろんなファクターで、俺が来年もっと上手くなってる場合はそういうのも使うかもしれない。だからここで決定じゃないし、ここで終わりじゃないんだよね。アプローチの書き方も変わるし。枝先に全部針金をかけるってことはするんですか？もみじはしないですね。もみじはやるときは葉切りの夏しかダメだね。冬はかけられない。冬これかけると芽かなり吹きづらくなるよね。もみじはね。できました。こんな感じ。でまた1年。あと2年かそこらで展示会対応かな。はい。あともう一個、この板根は削ったりはしますか？しない。俺はなんか削るって小さくしたいの？もう小さくはなんないですか？小さくなんないね。すごいよね。すごいですね。美しいと見るかね、どう見るかはまたその見解によって違うけどね。はい、以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、次。